おはようございます。画家の木曽です。今日はですね、筆使いでガラッと水彩画って実は変わるんですよというのをお届けしたいと思います。ものすごく手元にしっかりフォーカスを当てた動画となっております。雪を描いております。ぜひぜひ白い紙を白くそのまま活かすというところも参考になるかと思いますので、よかったら最後までご視聴ください。それでは本編。それでは解説をしていこうと思います。よろしくお願いいたします。こちらの風景ですけども、北海道のですね、摩周湖、ゴールデンウィークに、行った時ですね、令和5年なんでもう6年も前ですね、に行ったという作品でございます。平成から令和にかけてですね、で、摩周湖の近くで、ふと摩周湖じゃない方ですけどね、反対側見たこないな雪がめちゃくちゃ綺麗な雪があったので、描いてみようと思って描いた作品となっております。まず影から描いていきますけど、とにかく今日はもう筆使いをね、皆さん、筆使い。ね、ふわとか、ザラとかね、そういったところに注目して、見てもらえたらなというふうに思います。あとは白い紙を白いまま残していくという。で、青系、とかですね、紫系とかをちょっと入れたりとかして、もう影の中でいろいろ色が微妙になるようにしていってるというかですね、多少茶色とかを入れて、ウルトラマリンとバーントシェンナみたいなんで、ウルトラマリン寄りにしてみたりとか、そこにちょっと紫入れてみたりとか。で、バーントシェンナとウルトラマリンってちょっと分離色とか言って、これある種の、厚口の紙を使っております。粗い紙です。粗い紙。高いわね。もう本当だ。皆さんの声が聞こえてきましたが、いいものを作るためには、いい画材というのは僕はある程度、やっぱりやってあげた方がいいと思ってます。100円ショップとかでも、なんかね、ものすごい相性いい筆とかあるんですよ。ちっちゃいハケとかでね、ピャッと書いたら、これ意外と使えんなとかっていうのもあったりしますが、絵の具に関してはやっぱり100円ショップの悪いとは言わないですけど、顔料とかがですね、ちょっとどちらかっていうと少なくて、炭酸カルシウムとか多めにしてあるアクリル絵の具とかも売ってますけどもね、ちょっと色とか使うのが難しかったりする、逆にね、することありますので、僕は、初めのうちからいい道具使っておいた方が、いいんちゃうかなという失敗体験で、筆使いぜひぜひ見てください。今日はもうとにかく筆使いを見てもらえるとありがたいかなと思っております。筆使いですね。ね、この辺なんかはもう一つの色を、置きながらですね、ちょっとずつ変えてみたり、少しかすれさせてみたり、この筆自体はラフィーニという、筆を使っております。ラフィーニという名村さんのですね、もうかなり僕これ宣伝になってるんじゃないですか。勝手に宣伝してるんですけどね。一度営業の方とお会いしたというだけでここまでですね、ラフィーニこれ最近出たんですよ。もうこれでももうその時も10年ぐらい経つんかな。ですね。令和もう10年は経たんけど7、8年前でしょうかね。で、この辺もまだ乾かない、これ冬に描いておりますので乾かないうちに、描いていきながら、今回はどちらかと大きな仕事っていうよりは、まず影を描いて、ある程度地面の雪の影を描いた後に、幹とかを描きながら、で、その筆先を使いながらですね、描いていってるというのがよくわかるんじゃないかなと思います。ね、この辺というのはなかなかですね。で、この粗い目、ちょっと一時ブームが来てますので、このある種の粗目というのが続きそうな気配があるぞと。それまではですね、厚口の紙ですね。厚口の、キャンソンボードというのがブームだったんですけど、若干シフトが変わってきて、なんか滲みとかグラデーションに関してはやっぱある種がやっぱ使いやすいなっていう。ワトソンとかも他の会社も使いやすいですけど、この粗めっていうの他の会社もこれぐらい粗いんですか？よかったら水彩僕そんなに近くにそんなに大きな画材店がなくて、インターネットのみで、勘で買ってますので、よかったら、いや、これと同じぐらいザラついてんのありますぜっていうコメントあったら、よかったらね、これ皆さんのためにも参考になりますので、よかったらいただければと思います。でもちょっとずつ乾いてきてますけども、それだけでもなんか一つの面の塗りとかの中に微妙な表情ができるでしょ？で、例えば、ね、単調にビーッと塗るだけじゃなくて、ちょっと抑揚をつけるだけでも、その一箇所に絵の具が濃い部分が出てきたりとか、薄くなったりとかすると、ちょっと早送りもお見せします。私の動画は基本的には早送りは少なめにしてます。それでも20分にまとめるという。ちなみにこの絵は1時間で描いております。1時間で描けんのかいって感じかもしれませんけど、このぐらいで留めているというところが僕は今回ですね、
逆にすごい時間かかる絵もありますけど、これほらかすらせて描いてる筆使いぜひぜひ。透明水彩される方は多分ね、筆使いで大きく変わる。と、あとは大きな面の、今回はやってませんけど、グラデーションとかが、ある程度できるようになってくる。この2つは結構大事かなと。で、筆使いとかをちょっと豊かにしつつ、その色みたいなのを同じ色をずっと使い続けるんじゃなくて、その塗ってる最中にちょっと違う色を差し込んだりとかすることによって、だいぶみんな変わるんちゃうかな。鉛筆下書きをしております。多分これ B ぐらいでやっておりますけどね、もうその辺も結構僕バラバラやからね、もうどれか一つ統一してって言われるんですけど、これなんでかっていうと、例えばこの絵に関しては、やっぱりそんなに濃く 2B、3B、4B 使ってしまうと、塗り残ってしまったらすごく強く見えるじゃないですか。で、これ基本塗り残しがほとんどの絵なんですよね。半分近く、画面の半分近くを紙の白さで持たせるという、この作品はありがとうございました。義援金のですね、1月の8日、2024年1月の8日のライブ配信でお求めいただきました。ありがとうございました。そういうのがね、もう皆様の能登半島地震の方の義援金とさせていただきました。本当にありがとうございました。そういった企画もね、どんどんやっていけたらなというふうに思いますし、皆様がね、直接振り込んでも、なかなか芸能人とかやと報道されますけどね、せめて私の YouTube でね、ペンネームぐらいが出ればということで、そういう企画3時間も書いたんですけど、絵なんか、フィレンツェの絵なんかは、めっちゃ書き込んでいく絵なんですけど、あれも B ぐらいでちょっと薄めにはしてあります。下書きだけで1時間半ぐらいかかりました。転写ではなくですね。で、この辺の筆使い見てください。ね。だからちょっとなんか書道する感じ。僕なんか何度か言うたことあるんですけど、恋文って書いたことありますか？私はあんま記憶にないですけど、昭和の時代にいただいた記憶はございます。はい。恋文というのをいただいた。ちゃんと返しやとお母さんに、ママに、お袋に、おかんに言われたことあります。突然お母さんって言ってしまいました。ごめんなさい。お袋ですね。別にママとも言ってないですけどね。やっぱ家族で今会話ね、チビがちっちゃいからママって言うてるんですけど、ぼちぼちね、マミーとか、なんか変えていかんといかんですね。お父さんのことを父って呼ばそうと思ってるんですか？すいません。ですからうるさいですね。僕ね、こういうところですね、少しかすらせるようにしながらも筆先のラフィーニの4号というまあまあ大きな筆ですよ。その毛先を使ってこないして書いていくと。ねえ、この辺なんか参考になるんじゃないですか。おじさんちょっと静かにしとかないかん喋りすぎますよね。恋文を書いたことありますか？その時ものすごく丁寧に書くじゃないですか。ノートとかも小学生の時とか皆さんどんな感じでした？中学生とか。僕めちゃくちゃ綺麗にノート取ってました。それはなんか記憶あります。プラス、これスパッタリングをしてます。これちょっとパレットで言うと、白となんかを混ぜたような感じが。違うね。ちょっと下の方にある茶色っぽい、おじさんの横にあるやつね。の茶色を少し。で、今度は白っぽいの、もう要はかなりハイトーンな。白い雪の中にほんの少しちょっと、周りはマスキングテープをしております。このマスキングも今はハンディクラウンとかいうやつがブームというか、これが今一番いいですね。紙にくっつかないですね。一回も下から引っ張ってたことないので、いつも10個まとめ買い、1個100円ぐらいでインターネットのジャンゴールさんでですね、買うておりますけども、これスパッタリングをしていっております。で、これジェストもちょっとやりましたね、多分。ごめんなさいね。右の方の絵皿、ぶっさのお玉の上にあるかな。絵皿ね、絵皿。ここにアクリル絵の具のジェストと呼ばれるものが入っています。ボコボコした、もともとある種の下地なんですけど、それによりなんか、ボコボコさせていって、ですね、ちょっと白とかもやってみたりとか、ちょっとその辺で絵の具の遊びみたいなのをしていってます。そしてほら、この辺かすらせたり、筆の細い線でも、ちょっと今度ちょっと細めの筆を使っておりますけども、これは逆に安い筆ですね。1900円ぐらいで10本セットぐらいのね、多分海外のあれでしょうけども、そういったものを使ったりとかですね、もういろんな画材をほんと使っております。筆なんかに関しても。もしかして、違うね、そうやね。多分その筆やろうね。少しかすらせて描いていて、水を少なめにしてる。いや、水の量とかも、すみません。かなり幅を持たせてるんですね。水の量とか。皆さんもその水も同じように単一で塗っていくんじゃなくて、
筆のこう筆致みたいなものと、水のこう量と、絵の具のそのこうね、で、パレットもほらまた綺麗になったでしょ。ここですよ、おじさんのね。ね、パレット綺麗になっとるでしょ。綺麗になっているなと。で、ほんとね、なんか恋文を書くような、ラブレターですか。すみません。で、ドライヤーでまた乾かしたりとかしていってます。まあ、で、これラフィーニのちょっと細いやつですね。何号かな。ようわかりません。なんとなく手の大きさで察してください。よく聞かれますけどね。まあ、ぜひぜひこういったものもですね、もうよくこう聞かれて一生懸命リンクとか探し出して、画材これですよって教えたりするんですけど、結構その後返事ないですね。ありがとうございましたぐらい欲しくなります。すみません、こういうとこ性格めっちゃ悪いです。全然なんかね、ちょっと時間使ってやってるんですけどね、そういう時ね。だから、ぜひですね、まあ、もうだいぶ動画出してますので、大体のこと言うてますから、そしてこう概要欄に貼ってあることもありますので、ぜひぜひ探せるなら探してみていただいて、もし僕の方にそういう聞いたら、最低限ですね、ありがとうございましたぐらいいただけたら、世の中の会話と、ネットのネットリテラシーってまたね、説教がましくなりますけど、ネットリテラシーってよく言いますけど、世の中で言われたら嫌なこととか、普通の会話と思ってもらえるとすごくわかりやすいんですね。なんていうか、ネットリテラシーってよくこう言いますけども、だいぶ僕の本当視聴者の人はもう品がよろしいよます。品がよろしいます。でもこうなんか、適当になんか、機械が答えてるわけじゃなくて、対人間でやってるわけなんですよね。で、コメントするにしても何するにしても、実は対人間が、おじさんがやってるわけですよ。で、そこのところをわからずになんか、下手くそとか言う人いたりするんですけど、もうすぐ、お疲れしたって言って僕ブロックします。最近はないですね。この1年間で多分3、4人はいたと思うんですけど、絡むのめんどくさい人って世の中いるじゃないですか。筆使いの話が脱線してます。めんどくさい人と皆さん世の中で絡まないでしょ。街歩いててめっちゃ怖そうな人来たらうんこから歩いてきはったらもう逃げはるでしょ。僕もわっとなりますけど、そこに絡んでいきますか。もし、おい、兄ちゃんとか言われたら、すいません、ちょっと下向いてスーッと避けていくじゃないですか。それと同じような感じです。で、こちらもやっぱりそういうふうに対応しますし、でも1週間後に実は大体解除してます。1週間ぐらい経ったら10日とか適当にしてますけど、1ヶ月以内に大体解除してますけどね。まあ、めんどくさい人と話さないのと同じなんですよ。で、逆にネットリテラシーって対人間との文章やけど会話なんですよ。でもそれを結構辛辣なこととか、僕はそんな言われてないですよ。本当僕の視聴者の人品いいですけど、例えば亡くなられた有名人、芸能人とかいたりするんですけど、そういう人もね、何でも言うていいもんやと思ってバーッと言うんですけど、これが自分に置き換えた時に対人間で、これ言われたらきつやろなとかっていうのを読んでて、その年後、何日後かに、早送りで。亡くなられたという芸能人が去年、おりましたもんね。リューチェルさんかな。僕はあれもちょっと、この前めちゃくちゃ言われてるなと思ってたんですよ。もちろん僕言わないですよ、そんな。打つ1分2分を積み重ねたら、僕1回のライブ配信できますからね。皆さん知ってると思いますけど。で、こんなボロクソ言われてて、と思った時に、やっぱ亡くなられたのを見た時に、そうなるわなと思ってですね。で、その辺が意外と若い人じゃないと言われてるんですよ。そういうコメント書く人って。で、本当にね、0.0 何%らしいんですよ。そういうことを書く人って。すみません。この辺はちょっと不透明、白を入れてます。だからちょっと0.0 何%の人なんですけど、その人が1日10個書いて、1年間で3600個書くと考えたら、恐ろしい数字になるでしょ。全人口、算数やりだす。すみません。まあちょっとそういうことも少し覚えられる。ラフィーニの何号か知りませんが、聞かれるとめんどくさいので、ちょっと探しに行きますが、こんなやってると配信が終わってしまうことがよくありますが、ありましたね。はい。名村ラフィーニ。これも4号って書いてるわ。太いやつも4号なんですけど、これも、なんかちょっと細いやつですけど、4号の、これちょうどね、見えそうですね。4号でございました。LR の、要は毛先の長いやつの4号ということでございました。すいません。脱線が今日はひどかったですけど、ネットリテラシーについてですね、普通の会話やと思ったら、ちょっと理解できてくるんちゃうかなという感じで、隙間産業とかをしながらですね、
っていうことでございました。皆さんありがとうございました。本当にこの作品、今ちょっと公開してるのも2月ぐらいになってるかもしれませんけど、1月8日のですね、成人の日に行いましたライブ配信にも成人の方々もね、そのあたり、成人若い人意外とその辺ちゃんとしてるんですよね。インターネットとかにあんまり触れてこなかった世代、僕らの世代なんか結構多いらしいですけど、っていう人たちが、なんか自由に発言していいと思ったりするんですけど、自由に発言したかったら自分のチャンネルを作って、そして自分の本名で、そして自分の顔を出して、おじさんぐらいやれば、ね、堂々とですね、いいんじゃないかなと。この辺どうですか？かっこよくなってませんか？どうですか？ということでございました。すみません、今日なんかそんな話するつもりなかったんですけど。ネットリテラシーという、ことについてちょっとお話しさせていただきました。僕の視聴者の人はものすごい品がいい。ありがとうございます。本当にいつもね。ということでございます。不透明の白とかも入れながら、ちょっと筆先に注目をいただいた作品になっているかなというふうに思いますし、筆使いで水彩がガラッと変わるということでございました。すいません、脱線。どうも、ぐちぐち言うて申し訳ございませんでした。最後までよかったらご視聴ください。サインです。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。いかがだったでしょうか？こういう感じですね。ガラッと変わるというね、ほんと筆使いっていうんでね、書道のような気分で、ぜひされてみてはどうでしょうか？それではまた次回の動画でお会いしましょう。よかったらチャンネル登録、ぜひ。では。